いつも作っているチャパティがダイエット中の味方になるのではと、あるダイエットトレーナーさんの YouTube を見て思い、動画にしました。さらに、日本とインドの全粒粉で、実際にチャパティを作って食べて比較検証もしてみたいと思います。そして、きっとチャパティという名を聞くのが初めての方もいらっしゃるかもしれませんので、チャパティがどんなものかということと、作る際にチャパティがしっかり膨らむコツや、時間が経っても柔らかいチャパティになるポイントもシェアさせていただこうと思います。まずはチャパティについて。チャパティとは、インド、パキスタン、バングラデシュなどの南アジア地域で主食として親しまれているパンの一つです。パンという言葉だけでは語弊が生じるかもしれませんので説明すると、カレーをつけて食べたり、スパイスのお漬物のようなアチャールをつけて食べたりするので、チャパティ自体には味という味はしません。例えるのであれば、食パンのようにバターやジャムを塗ったり、サンドイッチの具材を挟んだりして食べるのに適したシンプルな味わいのパンをイメージしてください。小麦本来の素朴な風味で他の食材の味を邪魔しない、そんなパンです。インドの家庭では圧倒的に何よりも食べられているのがこのチャパティです。そして小麦の表皮や胚芽などをすべて粉にした小麦粉である全粒粉を使い、発酵不要なところがチャパティの特徴でもあります。このチャパティがなぜダイエットの味方になると思ったのかというと、きっかけは最近 YouTube で見た糖質オフならぬ糖質ご飯をしっかりとろうといったダイエット情報を発信しているトレーナーさんの動画でした。その方曰く、ダイエット中にパンは食べてほしくないけど、どうしてもパンを食べたいときはライ麦パンや全粒粉パンであれば OK と言っていたんですよね。そこで全粒粉と水だけで作る砂糖や余分なものが一切入っていないチャパティはぴったりなのではないかと思ったんです。チャパティはカレーと食べるインド流だけではなく、蜂蜜を塗って食べたりしても実は美味しいんです。では、早速そのチャパティの作り方を見ていきましょう。今回は比較検証のためインドと日本の全粒粉をそれぞれ 150g 用意しています。150g でちょうど4枚のチャパティが作れます。こちらがいつも使っている全粒粉。以前、チキンキーマパラタの動画でもご紹介したことがありますが、アッシルバードというブランドのアタ粉です。2025年3月時点で 5kg1600 円で、以前より100円値上がりしていますが、それでも 100g あたり32円とお財布に優しい価格です。その粉は、引き具合がとても細かいためか、きめが細かく、触り心地もふわふわで、全粒粉ですが色も白目です。続いてこちらが日本の全粒粉です。某有名〇〇商店で購入しました。いろいろな種類がありましたが、その時あった一番安いものを選んでみました。茶色みが強いですね。今回購入した種類がパン用全粒粉だったからか、やや表皮や胚芽の粒のようなものも目立ち、手触りも少しザラザラしています。きめの細かい中に少し大きめの小麦ブランが混ざっているといった感じです。価格は日本の全粒粉は 500g の少量だったのもあるので割高ではありますが、今のところインド食材店で購入したインドの全粒粉の方がお得な結果となりました。あと、準備する材料は水と打ち粉です。打ち粉は同じ全粒粉を使います。頻繁に作る方はこのように小さな入れ物に打ち粉を入れておくととても便利です。まずは日本の全粒粉をこねていこうと思います。今から作るチャパティは夫の実家で教わった全粒粉と水だけで作る一番シンプルな作り方です。塩を加えるお家もあるようです。水は調整しながら少量ずつ加えます。普段作るときは計量していないので、こね具合で調整しています。全体がひとまとまりになるくらいの水を加えるイメージです。とは言っても、初めて作る方は目安があった方が良いと思うので、計量してみたところ、150g の全粒粉に対して約 100cc の水を使用しました。使う全粒粉や季節によっても変わるので、参考程度と思ってくださいね。こねた感触ですが、日本の全粒粉は硬いですね。
ピザ生地を作る時の強力粉をこねている時と同じような手応えがあります。今のところの日本の全粒粉のこね具合の正直な感想ですが、思いのほか硬いので上手に焼けるのか不安になってきました。基本は約5分は根気強くこねることをお勧めします。ですが、ずっとこね続けるのも大変なので、放置の力をうまく利用しています。3分ほどこねてひとまとまりになったら、濡れ布巾をかけて15分以上生地を休ませたら、またこねるといった方法です。こねてすぐ焼くこともできるのですが、十分にこねられていないと、焼き上がりが硬く、ポソポソしたチャパティになってしまうので、最低でも10分は生地を休ませた方が良いと思います。あとは、気温が高い方が、より滑らかな生地にこね上がる傾向があります。次はインドの全粒粉、アタをこねていきます。こねる作業で、爪の間に生地が入ったりすることが地味にネックだったりしませんか？使い捨てのビニール手袋をつけるだけでその不快感がなくなるので、しっかり力も込めてこねられ、そういった点で抵抗がある方にはとてもおすすめです。私も最近手荒れがひどいので、日々のチャパティ作りで手袋を使用するだけで、しっかり気持ちよくこねることができています。インドのアタはいつもこねているせいか、安定安心のこね心地です。とても柔らかで水もぐんぐん吸っているのが伝わります。こちらも約 100cc の水を使ってこね上がりました。水が多すぎてもうまく膨らまないのでご注意くださいね。こね上がったら、水で濡らしたキッチンペーパーをこねた生地の上にかぶせます。ラップをボウルにかけるよりも、ひたひたに濡らした布巾、または私のようにキッチンペーパーを直接生地にかぶせる方が、15分後、より滑らかな生地に変身してくれます。些細な違いですが、次のこね始めに大きく違いを感じる大事なステップです。15分が経ちました。それぞれ生地の具合を見ていきましょう。今回は、こねの労力を最小限に抑えるバージョンの最初に 3,4 分ほどこねて、放置の力を利用するというやり方でお送りしています。日本の全粒粉はまだ硬かったので、早々に水を足していますね。インドのアタの方はだいぶ柔らかくなってきていますが、もう少しこねてみてパサつきがあれば水を足していきます。日本の全粒粉は硬かったので、さらに水を加えています。最初からもう少し水が多くても良かったかもしれません。このようにこねて滑らかな生地に仕上がったら、生地を細長く伸ばして、それぞれ4等分に手で切り分けていきます。手で握ってみて、それぞれ同じ量になるように、微調整して丸めます。そして、このように円盤型に丸めておきます。すぐ焼かない場合は、生地の乾燥を防ぐために、再度濡れペーパータオルをかぶせておきます。いよいよチャパティを上手に焼くためのポイントが詰まった最後の工程です。丸めた生地に打ち粉をまぶします。打ち粉が少なすぎてもうまく伸ばせないので、多すぎず少なすぎずのほどほどに打ち粉をまぶしておきます。そして、一旦手のひらで軽く押して平らにします。そして均一な厚みで丸く伸ばします。この均一な厚みで丸く伸ばすのが難しいんですが、丸く伸ばすコツは、若干利き手の方に力を加えて伸ばすと、うまく生地がローリングしてバランスよく伸ばせます。そして、均一な厚みに伸ばせているかは、右上のようにシンプルに生地の外周を指で触って判断します。大体が生地の中央は平らに伸ばせているので、生地の外側の厚みを触って、厚い部分を調整しながら伸ばせば、均一に伸ばせてこの後焼いた時にぷくっと風船のように膨らんで焼ける一つ目のコツです。生地の厚さは 3,4 ミリといったところでしょうか。マトンカレーなどお肉のカレーに合わせるときはもう少し厚めに作ることもありますが、ベーシックなチャパティはこのくらいの厚みです。いよいよ焼いていきます。私は鉄のフライパンを使っているのですが、まず熱々にフライパンを温めます。そして油は敷かず生地を入れます。熱くなりすぎると自動で火力が小さくなるモードが搭載されたコンロの場合はそれを解除し、ずっと同じ火力が続くようにしておくのもポイントです。
なぜなら火力が弱すぎてもうまく焼けないんです。火力は中火で焼いていますよ。そして、慣れてきたら片面焼いている間に次のチャパティの生地を伸ばしておくとスムーズです。インドの主婦はこのようにしている方が多いと思います。焼いている生地の表面が膨らんできたら裏返します。焼けている部分は白っぽくなってくるのですが、まだ火が通っていない部分は元の色をしています。そのまだ焼けが甘い部分をおまじないのようにトングの背で優しく撫でます。そして、フライパンの上では焼きすぎず、焼き目は薄めの茶色までにとどめます。そして一気に生地が膨らみ始めたら、その勢いを失わないようにフライパンを外して直火で焼きます。きれいに膨らみましたね。生地が膨らむと全体に火が通って、しっかり焼けている証拠です。あとは表面に焼き色をつけ、特に周りの部分が火が通りづらいので、生地を動かしてその部分を焼いたら出来上がりです。続いてインドの全粒粉の方を焼いていきます。焼き方は先ほどの日本の全粒粉と同じです。なので、今回は焼きながら、チャパティ作りのコツをまとめてみようと思います。今まで何枚もチャパティを焼いてきましたが、時間が経って冷めても柔らかいチャパティに共通して言えることが、焼いた時に風船のようにしっかり膨らむということでした。その風船のように膨らませるポイントは、1、生地を滑らかにこね上げること。こねた生地の見た目だけでも、今日はうまくいきそう、いかなそうが分かったりします。こね上がった生地を手で触って、硬いなと思ったり、やけにベタベタと手につくなと思ったら、水分量やこね具合を見直した方が良いかもしれません。2、生地の厚さを均一に伸ばす。形は多少いびつでも、生地の厚さが均一になる方を優先した方が良いです。打ち粉をうまく使って一定の圧をかけてテンポよく伸ばすのを繰り返し練習すると、だんだん上手に均一に伸ばせるようになってくると思います。3、火力は弱すぎず、直火にする前に焼きすぎない。直火で焼く前に焦げすぎると、焼き穴ができて膨らまなかったり、焼き上がりが硬くなってしまいます。そして、トングの背で優しく焼けてない部分を撫でて焼きムラがないようにしておくのも忘れずに。まだまだ細かいポイントはいろいろあるのですが、最後に配膳しながらインド夫のお姉さんから聞いた柔らかく焼くポイント2つもシェアしますね。1つ目は、こねてから長時間放置しすぎると柔らかく焼けないということ。そして2つ目は、柔らかく焼くために生地にギーか油を少々混ぜるのもおすすめとのことです。少しでもご参考になれば幸いです。さあ、最後は食べた感想を比較レポートしていきます。まずは日本の全粒粉から。焼き上がりの色もインドの全粒粉に比べて茶色く、自然な感じがいいですね。そして、ぐにぐにと折ったりしても柔らかいので生地が破れません。こねている時は上手に焼けるか不安でしたが、焼いた感じはインドの全粒粉と特に違いは感じませんでした。内側も、より全粒粉感を感じられて個人的に好きです。蜂蜜をつけて食パンが割りのようにして食べてみようと思います。少し苦いですね。いつものインドの全粒粉と同じ焼き加減ですが、ほんのりビターです。もともと全粒粉パンなどの方が普通の白い食パンより好きだったので、食パンが割に食べるパンとしてなら、日本の全粒粉の方が味わいがあって好きかもしれません。他におすすめの食べ方が、ギーやバターを塗って塩をパラパラ振って食べる食べ方です。特に焼きたてのチャパティをこのように食べると、とっても美味しいんですよね。よかったら試してみてくださいね。続いて、インドの全粒粉で作ったチャパティを食べていきます。一般的にはベジカレーを食べるときは、このように1枚のチャパティにギーを塗って、もう1枚のチャパティを重ね、チャパティを互いに逆に回してすり合わせるようにしてギーを塗って食べます。インドの全粒粉、あたもこのように簡単に折りたためるのを見るだけで柔らかさが伺えますね。チャパティはインドで、チキンカレーなどのお肉のカレーでも、野菜のベジカレーでも、ダルなどの豆のカレーでも、カレーのスープ感ありなしにかかわらず、何にでも合わせて食べられています。何が言いたいかというと、日本の白米のように自己主張せず、おかずの味を邪魔しない、
何にでも合わせられる唯一無二な存在です。なので、白米だけ食べてもなんだかちょっと味気ないのと同じで、チャパティだけでそのまま何もつけずに食べると味がしないし、そんなに美味しくないなと思われるかもしれませんので、チャパティの立ち位置を知っていただくだけで、なんとなく納得していただけるかと思います。インドの全粒粉で作るチャパティの味はまさにそんな感じです。ということで、最後に日本とインドの全粒粉の比較検証した結果をまとめてみました。まずは、日本の〇〇商店で購入した全粒粉から見ていきましょう。こちらの全粒粉は、500g パックで 100g あたり82円と、やや高めな印象です。粉の感じは、ややざらつきがあり、全粒粉らしい小麦の表皮や胚芽などの大きめな粒を感じられました。実際にこねてみると、少し固めで、こねるのに力が必要なところがややマイナスな点でした。生地の伸ばしやすさ、焼きやすさ、焼き上がりの柔らかさはインドのあたに引けを取らず、焼いてもしっかり膨らみ柔らかく仕上がりました。そして一番違いが出た点が味です。ほろ苦い風味で全粒粉らしさを特に感じられたのが日本の全粒粉の方でした。一方、インドのアッシルバードのあたは 5kg のパックで 100g あたり32円と非常にお手頃な価格が魅力の一つとなりました。粉はふわふわで滑らか、こねると非常に柔らかく、楽に作業ができるのも嬉しい点です。そして、生地の伸ばしやすさ、焼きやすさ、焼き上がりの柔らかさは日本の全粒粉と大きな違いは感じられませんでしたが、伸ばしやすく、仕上がりも柔らかです。味は素朴な味で、一緒に食べるものの味を邪魔しない、これぞインドのチャパティといった非常にシンプルな味わいです。価格重視、そして、カレーと食べるならインドのあた。チャパティそのものを楽しむ、風味豊かな全粒粉をお求めなら日本の全粒粉がおすすめです。同じ全粒粉でも、作り心地や味わいが違い、それぞれ異なる特徴を持っていますので、一緒に食べるものや用途に合わせて選んでみてくださいね。以前もご紹介したことがあるチャパティのレシピでしたが、柔らかく焼けるコツや、日本とインドの全粒粉の比較検証といった違った角度からお届けしました。そして動画を作っていて改めて水と全粒粉だけで作るシンプルなチャパティって魅力的だなと思いました。ダイエット中の私もパンを食べたいときはチャパティを作ろうと思います。今回も最後までご視聴くださりありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。